いつもこの景色を見ながら製麺やるんですよ。下3人まだいるんですけど、5人ビッグダディうどんです。大将お待たせ、ぶっちゃけあったかいいつものです。うどんはやっぱりここだ。こんなもう自分が考えてる以上にお客様は賢くて価値があるものしかお金は使わないので。私がね、うどんがすごく美味しくて、私天ぷらにもハマっちゃったので、なんか全て入れありがとう。あたつようこそいらっしゃいませ。もうすぐできますよ。がっつりありがとうございます。かなり量が多いので頑張ってください。飛ぶぞって感じです。これがね美味しいんですよ。これ料理出してね、よろしくね。3番来たよ。奥様おはようございます。今週も頑張りましょう。よろしくお願いします。おー、よけい、わかった。よけい、いくよ。油も変えちゃいましょう。香味油ってレシピある？もともとうどん屋さんだったんですか？いえいえ、私は全然サラリーマンです。ずっと飲食に何年も来らせていただきまして、大将と出会わさせてもらってうどん屋を始めるっていうきっかけになりましたので、フランチャイズ1号店としてやらせてくださいっていうので入門させていただいたっていうのがきっかけです。それやりましょう。はい、よろしくお願いします。OK、いきますか。いい感じに寝かせれたからよこれ。よし。もう辛い匂いする。最後の段階しか撮影許可できませんかったからね。これも極秘の誰も作ったことないものを今日特別にここだけでも出してる。これを見ただけで分かる人は多分いないと思うけど、うどん屋じゃ作らないものを作ってますから、はい、うどん屋じゃないような店の雰囲気もスタッフの雰囲気も全てが特別な瞬間を作ってます。その買っていただいてるお客様もここに来ないと食べれないので、これ多分中毒症状どころじゃないですね。これ麻薬取締法違反になったらこれ多分だいぶ捕まると思います。はい、禁断症状で。はい、完成です。油吸いました。吸ったでしょ。すごい。これが今度ねっとりしてくる。調子が出る。嗅覚がないはずなのに。どれぐらいかな。綺麗でしょ。これがこういう商品となってからこみ油販売もされてます。卵かけご飯とかもう麺類、あとは鍋の時のお出汁とおつゆポン酢に入れたり湯豆腐とかで使ったりとか、夏だと冷しゃぶとか冷やし中華とか何でも合います。もう合わんものは、生クリーム以外には全部合いますか。完全にデジタルトランスフォーメーションを決めた会社なんで、全てにおいて削減と新しい作り方、改革、うどん屋さんの普通のやり方も僕はやってないので、お出汁も週に1回しか作りません。生地も週に1回しか練りません。新しいもの作るってやっぱり新しいことやらないと、考えないと新しいことはできないんで、全部調合してプライベートブランドでもう作っちゃいました。自分の店用の配合がしてあるやつを誰が作っても作れるようにしたんで、フランチャイズの方とかも使いやすいようにしてあります。返しもその通りで、大きな工場で委託して同じ材料と同じ味付けになるようにして何回か試作4社ぐらいやってもらったかな。それで料理が提供できるならもう
もう新しい形のうどん屋さんを目指してやってます、全く別次元だと思います。今日は飲んでみたい。だしはですね、名古屋の有名なムロですね、あとサバ、ソーダガツオに香川県では有名ないりこですね、ウルメイワシを使っています。あとは利尻昆布、もうすごい量です。見てもらいたかったぐらいの量を使ってます。抜群のうまさですよ。後で飲んでみてください。返しが何個いるだった？ 13 リットル。13、そうだね。1、2、3、4、5、6。これで6でしょ。これフランチャイズの方とかね、コンサルティングの方が使えるように、夢のある言葉を、豊かさの源ですね。これを使えばみんな俺たちも幸せになれるんだっていう考え方、解釈が良くなるようにつけた名前です。材料としては赤ワイン、白ワイン、料理酒、みりん、これが甘みのベースとなるものです。あとは醤油系のブレンドとしては干し椎茸、昆布と薄口醤油を炊いて、それを全て融合させたのがこれです。もうこれ作ってもらうのに3ヶ月ぐらいかな、試行錯誤して、大手みんなが知ってる会社さんに作ってもらってまして、品質管理の方もバッチリという状態で、今回商品化につながり、プライベートブランドとしてお届けできるようになりました。ね、で反射神経っていうのもあってね、だし醤油ってやっぱり香川県の蒲田のだし醤油が一番有名ですけど、うちも使ってたんですけど、だし醤油でさえ自分のとこで作るようになりました。プライベートブランドですね。我が社だけが使える極秘のレシピとなっています。全て、最高級の食材で作ってもらえるようにお金を今度はかけてあります。お出汁の味っていうのは手間をかけるかいいものを使うかどっちかしかないので、手間をかけても限界があるんです。こういうものに対するいいものっていうのは惜しげもなく全て注いでます。これですね、この中に全て入ってます。自社のプライベートブランドの返しとだしパックですね。私しか作れないだし醤油を作っています。どこでも買えないんですよ。誰も買えないもので、自分だけのものをたくさんの人に、ここに来ないと食べれないっていうものを今作っています。そのまま入れてもらえる。よし、OK。はい。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。レッツゴー！毎朝のルーティンです。仕込みの間に行きます。子供たちの送り迎え近所の方ともいつも仲良くさせていただいて、片道だいたい30分ですか。いつも学校で何やってるとか、最近どうとか会話をする大切な時間です。僕にとってかけがえのない時間です。小学校と中学校を今から送りまして、次は保育園に2人、だいたい1日1時間半ぐらいは朝の時間使います。でそこからまたたすきを締め直してですね、営業の方に向かうわけです。今中学校2年生、小学校5年生、下3人まだいるんですけど、3歳ともうすぐ2歳と1ヶ月、5人ビッグダディうどんです。お店の特徴なんですが、一つに営業時間がすごく短いです。うちの店っていうのは月火休みの週休2日プラス水木金は昼営業のみだから3時間だけなんです。土曜日日曜日は昼夜あるんですけど、1週間の営業時間が20時間しかないんです。20時間の中でお客様に来てもらうと、そうすると早く終わって早く帰れて家族との時間があると、そういう豊かさの方も考えて毎日過ごしています。フランチャイズとかコンサルティング20ライトっていう他のお店さんが豊かになるようなお仕事、もしくはうどん屋さんに初めからやりたいっていう方々に対して事業を展開しております。僕の妻が考えていることを僕が具体化し、それを
一回挑戦してみて方向性を決めていく。70% ぐらいのものを考えた状態にもう出発した後に、そこからちょっとずつ修正しながら、みんなとの考えとか思い出とか、そういう自分たちが持っているものも大切にしながら、相手のものも大切にしながら進んでいくという、そんな取り組みで今やっております。いろんなことを人生で経験させていただいてまして、我流も自分で作りました。で、今の1と3分の1の内装のカウンターのテーブルの御影石を貼ったりとか、厨房の天井を作ったりとか、駐車場の石畳とかも自分で作ります。やっぱり今までの経験生かして、人生無駄なことは一個もないと思いますから、全て取り入れたのが今の最終形態の1と3分の1。15年間経ったその培ってきた技術とか経験を今仕事としてビジネスとしてご提供させていただいている。そんな形になっています。なるべく少ない時間で、高収入になるように考えてます。材料費が高くなった。人件費が高くなった。僕はそれをどうしたらより自分たちの豊かさがさらに豊かになるような仕事ができたりとか、どうしたら家族とか社会に貢献できるかっていうことも考えて今取り組んでいます。この会社の方針としては、景気と天気に負けるな、そういう経営方針で今やっています。天気が悪くても来てくれた人に対して、私たちはさらにありがとうっていう気持ちで接するんです。その店行ってよかったよっていう声が増えてくると思うんですよね。経営理念の主たるところをしっかりとアウトプットできるようになれば、たくさんの人にその思いは伝わるんじゃないかなと。そうすれば短い時間の営業でも短い時間に集まってくれれば、人件費がね高くなってるっていうこの世の中でも抑えることが自分たちの力でできるんじゃないかな。考え方一つで全て物事が変わると思うんで、取り組むことに対して考え方から考えてます。だから仕事やるときもいかに下の人たちに目を配って思いやりのある言葉と優しさのある厳しさ、覚悟をどういうふうに伝えるか。1回でも200回でも1000回でも何回でも教える覚悟でやれば、どれだけ努力してもいいんですよ。自分自身もそれで教え方が悪かったりとか学ぶことが多いんで、ありがとうとか感謝するとか言葉ありきで全て自分が進んでいけれるようにいつも考えて生きてます。あの人って魅力的だなって、いつも上機嫌だな、いつもニコニコしてるねっていう人に僕はなろうと思ってるんですよ。で、自分たちが豊かになるようにするにはお客さんが幸せじゃないと。幸せになったお客さんはまた他の幸せなお客さんをだからずっとその繰り返しをすると輪が広くなって、うちの店はお座敷が6席あって、6人掛けが6席あるんですよ。テーブル席もあって、0歳から100歳が食べれるものなんですね、うどんっていうのは。0歳が20歳になって30歳になって子供を産んで、でおじいちゃんおばあちゃんになって、多分ずっと未来永劫流行る店にできていくと思うんですよ。それは何かったら便利に使ってもらえる場所、必要で当たり前にそれがずっとあれば、ずっと輪が広がると、リングが大きくなればなるほど収益が上がると思うので、自分たちのやる経営にブレがなければ絶対いいと思うんですよね。そこまで考えて仕事ができたらなと思って今経営してます。いってらっしゃい。頑張れよ。3時20分。 3時了解。 OK。 はるちゃんいってらっしゃい。はい。バイバイ。3時半、了解です。じゃあね、気をつけてね。お兄ちゃん忙しいから。行くよ。YouTube 帰ったら見るか。よし行くぞ。こっちでこうした方がいいよとか全部考えられてるんで、このセンチとか間とか瞬時にアドバイスをしてくださるので、大変天の声として聞いてます。これ焼きすぎのテーブル、も
人店では考えられないぐらいの席数。ここで修行していろんな自分のなんか悪いとこもいいとこも全部吐き出しさせてもらって心の修行させてもらってるっていう感じですね。妻と家での過ごし方、昨日ももうずっとその会議とかもしてましたし、なんか卵の練習だとかいやラッキーです。もう本当に幸せというか、そう恵まれてるな、そういう出会いを与えてくださってるなっていうのは実感してますね。打ち粉ですよ。打ち粉をね、今友粉を混ぜて、普通はでんぷん 100%、味噌煮込みとか製麺やるときに粉がちょっと余ったりするんで、半々、打ち粉と友粉っていうのはそのうどんと一緒の粉、友粉っていうんですけど、それを混ぜて打ち粉を作ってます。趣味が仕事なのに、趣味だったら没頭するぐらい時間かけるんですけど、時間をかけない趣味、意味がわからないですよ。楽しんでやってるけど負担にならんように楽しんでる。これ味噌煮込みの麺です。塩分濃度ゼロですね。小麦粉は何を？日の明かり 100% です。こんな感じで、これをうちはね、冷蔵で超低温熟成をしております。超低温で熟成することによって熟成期間を長くして使いたい時にいい状態に冬眠から目覚めさせる、そういう製法です。香川だと常温に置いたりとかしてその季節に合わせた熟成期間を作るんですけど、うちはもうそういうのじゃなくて寝てた生地を起こして使うっていう作業ですね。こんな感じになりました。これを今から味噌煮込みで使っていきます。伸ばします。カットします。味噌煮込みの麺すぐに仕上がります。で普通は手で取ったり棒で取ったりするんですけど、うちは違います。手で取るとひっつきやすいんですよね。ですから手で取りません。粉の上におろしてあげます。これで1個できました。測りながら200何十グラムになるように作っていきます。これ味噌煮込みの麺が1人前ずつここにしまってあります。ちょっとずつ補填していく感じですかね。粗熱とか取らない状態というのは何かって言ったらもう高温ですよね。高温の状態って何かって言ったら菌が死滅するわけですよね。菌が死滅するってことは何がいいかって保存性が高いですよね。普通は粗熱取ってから容器入れるんですけど、うちはもう粗熱を取るのはもったいないと。安全にするためにはやっぱり熱をまず高い状態でこの容器の菌を殺しながら無菌状態にして保存するってことを考えてます。そういうところも多分他の飲食店とはまた違ったやり方でやっているのかなと思います。寝かせてある麺です。こんな感じです。この麺も1個ずつ保存してあります。これ日曜日に製麺した麺ですね。
もさもさってならんようにしたいなら、その保存してる間になじませてあげれば僕はいいと思って、生地も一緒で天ぷらの生地とかも多分一緒だと思うんですけど、でんぷんっていうのはその網目状組織っていうグルテン酵素の仕組み組織を構築することによって粘りとかが出るんですけど、他とくとだれるんですよ。だからそれを逆手にとってやれば、練り上がりが練り込んでも後にほどける。で後で水と分離するんで、それを混ぜながら使う。マックスの量でマックスの力で練るよりか、最後攪拌ちょっとするだけで合わさっちゃうのが楽じゃないですか。そういうことも考えて仕込みやってます。この生地も、グラムも測ってないです。ミキサーで練って形が大体同じになるぐらい、平らになるぐらいの踏み具合と大体で切っただけです。ゼロ団子です。踏みもほぼしない。練り上がりの状態でいかに層を作るかっていうことを考えて練り上げてるので、そういうところも時間短縮して同じものもしくはそれ以上のものができるように作ってます。このぐらいで団子を踏み終わったぐらいの状態にまでなるんですね。食べ比べしたけど変わりませんでした。ダウンサイジングすることが一番燃費がいいですよね。無駄な燃費を使わないようにすることが大切なので、うちの作り方はもう完全に今の時代に合う多様性のうどんです。いつもこの景色を見ながら製麺やるんですよ。四季それぞれの景色を見て、この生地を触ってると今年のこの季節にはこのぐらいの麺ができるのかっていうね。ポツンとある一軒家にカフェのようなお店が突然立っていると、外から見た時の風景と中に入ってきた時の風景が違うがうちの店のちょっと変わったところですかね。人間はやっぱりわーって思うことがそれ以上の価値を生み出してくれると思うんです。今のそのスタイルに行き着いたのっていつからなんですか？この店を始めた時はまだ今まで通りの執着ばっかだったんですよ。当たり前のことをやることがこの仕事なんだって思ってたんですけど、妻が経営に入ってくれて、妻の意見を聞くことによって、それって無駄じゃないのっていう言葉を聞いた時に、無駄は探してなかったなって。新しいことばっか追い求めてて、今までやってきた当たり前のことは当たり前にやらないといけないんだっていう執着だったんだなと思って。だから逆に0から1の仕事ばっかり求めてたのを、1を0にすることを考えて経営するようになりました。それが仕込みにしっかりと反映されてるって思っています。いつも楽しく仕込みできるように、楽しいこと考えたりうまくいきそうだなって考えると、人間ってニコニコするじゃないですか。ニコニコしながら料理作っとったら美味しそうな料理できそうな気がするじゃないですか。だからいつもニコニコできるように、脳みそがニコニコできるようなことを生み出してくれたら、僕はもうニコニコできるんですよ。味噌煮込み用ですか？はい、そうです。おはぎみたいな。2種類のお味噌、岡崎の八丁味噌、マリア八丁味噌のお味噌も入ってます。粒味噌なんで、溶けた時にちょっとお豆が残るような感じになってるのと、他の材料とかも入ってます。これはね、地元のネギです。地元の農家さんたちが作ってくれてる。朝に農園に行って朝一番で買ってきます。オッケー。レアなやつ仕込みはもう我々研修でもレアな大将が気を利かしてくれて、少ない量でもちょっとやっていただいて、なんとか今日炊いた米油を入れてます。
肉だとか大根おろしとかも冷凍で全部真空パックで真空機があって保存するっていう形になってます。今日のね2時過ぎでもし間に合うでしたら夢山みこ豚のバラ肉をスライス15キロください。はい、いつもありがとうございます。はい、失礼いたします。特別な場所と特別な料理と特別な時間の提供まで元気があって活気のある店、ここにしかないものを提供できたらなと思って経営してるので、当たり前のおいしいっていうもののその先をどこまで近づけるか、自分が考えている以上にお客様は賢くて価値があるものしかお金は使わないので、いかに価値が作れるかということに自分の価値を見出してあるものをなんとか使って頑張ってやってます。はい、失礼いたします。良い一日をお過ごしください。お肉とかもこんな感じで1個ずつ真空かけて湯煎で温めてすぐに使えるように。いいよ、余熱で入るから大丈夫。分かったらごめんね。お湯がかかったらハッピーバースデートゥーユーですからね。うまい。どうしたの？もうちょっと色ついた方が綺麗ですよ。黄金色みたいな。の方がいいです。はい。やめて。あ、そうですね。上手だね。上手。天かすうますぎ。上手。じゃあ竹本さん注文取っていきましょう。ようこそ。おはようございます。どうぞ。ようこそ。こっちも OK、こっちも OK。あれ？伺いさせていただきます。先にご注文と書いてあるね。すいません。あ、これです。かしこまりました。天盛りとろろのりうどん2つ入ります。あったかいのです。天盛りのぶっかけうどん大盛りありがとうございます。天盛り3つ入ります。ぶっかけあったか大盛りです。あったか入ります。はいよ。いいよ。天盛りの盛り付けもお願いします。そうそう。で温めてあるので。これですか？
そうそうそう。ずつ入れてて。でとろろ乗っけて。はーい。でまああれですね。そうそうそう日の丸でね。日の丸さんで。あ、前田カツン。で天盛りぶっかけね、大盛りね、ありがとうね。カツンおはようございます。カツンちょっと待っててくださいね。どこでもいいのでね、中入ってきてください。奥行きました。決まってる？決まってなかったら次の方案内が先がいいかな。とりあえず2セットだけもらいます。はい。竹野さん次よろしく。あれもないね。はい。ジミさん。ありがとう。大将のとこ。ねえ。ありがとうね。3つできたかな。ジミさん次どんどんやってほしいです。次の天盛り入ってください。盛り付けできるのでね。お願いしていいですか。さあ最後終わります。これとろろのり2つですね。お待たせです。お待たせです。お待たせしました。はい。いいですよ。いただきます。ごきげんよう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。あ、このぐらいかけるよ。了解です。ありがとうございます。よろしく。あ、了解です。大将お待たせ、ぶっかけあったかいいつものです。いつもありがとうございます。いつもの。よく来られるんですか？おすすめのメニューってあります？これ、ぶっかけですか？うどんはやっぱりここだ。ここナンバーワン。ありがとうございます。良い一日を。毎度、良い一日を。これピリ辛カルボいきます。あたかだよ。ピリ辛カルボ準備ありがとう。これだし醤油です。今日朝作っただし醤油。お願いします。ありがとう。はい、よろしくね。これピリ辛用ね。2つだったかな。了解。よろしく。レモンサワーね。ゆみさん、天盛り2つです。もらいたい。今3個できた？
大エビ天うどんが3つですね。あったかいので。はい。大エビ天うどん3つあったか入ります。はいよ。2人席になりますので、22で座っていただければと思います。はい、いらっしゃいませ。お願いします。はい、ありがとう。大変お待たせしました。ございますのでご協力お願いいたします。お願いします。ようこそいらっしゃいました。ようこそ。お待たせです。はい、カレーね、少なめね。持ってきますね。2つのカレー OK ね。次ぶっかけね、あったか2つね。天盛り2つできた？はい、ありがとうね。よろしくね。ありがとう。はい、ようこそいらっしゃいませ。天盛りぶっかけあったか2つでいくね。ありがとうね。つんところ。いっぱいいるよ。まず1個目。1個目どうぞ。ありがとうございます。さゆさん、はい、はい、オッケー。失礼します。ね。おまた、それです。あ、上手。オッケー、皆さんだね。3です。はい、ありがとう。あと6名様で。了解だよ。6人前入れてください。はい、お願いします。はい。カレーうどんの少なめから。カレーうどん。カツカレーうどん。はい、ようこそ。かけだしお願いします。3つね。はい。どうぞ。ピック笑顔。はい。ありがとうね。はい。はい、これぶっかけのあったかです。はい。ありがとう。3人前ね。はい。ね、いいよ、合ってるよ。天盛りおエビ。天盛りが4、おエビが1。天盛りが4、おエビが1ね。あ、さあこちら置いといてください。あとやらせていただきます。鮭の天盛りありがとうございました。熱々でしたか。熱々だった。私の魂ぐらい熱くしておきましたので。良い一日を。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。できたよ。お持ちします。はい、行きます。はい、お待たせしました。このなんか雰囲気もいいですし、店長さんとか店員さんたちもすごい雰囲気が明るくていいですし、あとうどんですね。出汁がね、うどんがすごく美味しくて、私天ぷらにもハマっちゃったので、なんか全ていいです。ようこそいらっしゃいませ。今日はとびっきりの日、冬至を迎えたのに秋晴れ。皆さんの笑顔は大晴れ。ありがとうございます。感謝。どうぞ勉強でございます。かしこまりました。じゃあ、おえび天卵丼1つの半熟と天盛りぶっかけ丼あったかいなら2つでお持ちします。これ全部ぶっかけだね。ぶっかけです。おーいい。
ありがとう。ちょうどいい。天才。バッチリ。バッチリ。終電はあるということです。あ、お持ちしますね。すみません。終わりかな。ああ、よかったです。しかないな。じゃないな。お待たせします。ありがとうね。手からげ入ります。35円のお会計。良い一日をお過ごしくださいませ。足りなかったらここに入ってるので。はい。じゃあちょっと待って。味噌煮込みの玉入れてください。お願いします。皆さんカールボありがとうね。かけたし止めます。はい。30個でもう一個できます。これ料理出してね。そうしましょうよろしくね。3番。お待たせしました。よく来られるんですか？初めてなんですけど、テレビで見てちょっと気になったもんで、美味しいですよ。讃岐もいろいろうどんのね麺の種類があるから一概には言えないですけど、ね固めのコシの強い感じ、豪麺ってやつですね。ありがとう。マウンテンがないので。ついで1台ね。はーい。塩 OK ですか？はい、です。お願いします。行きます。先だしね。できました。お二人の木下さんです。持ってきます。はい。お願いします。持ってきます。これでいいです。はい、ありがとう。中尾さん、味噌煮込みの野菜はできてる。まだ。はい、これやわ麺です。味噌煮込み入ります。味噌煮込みでから揚げセットかな。はい、でから揚げセットやわ麺です。やわ麺ね、了解だよ。やわ麺できるよ。オッケー。ありがとうね。はい。早い一日だ。置いといてありがとうね。結構にちょうだいね。行ってきます。手から揚げセット。
かしこまりました。卵味噌煮込みのデカラーゲセット。はい、もう少々お待ちください。こちら。来たよ。コツコツ来たよ。ご飯ちょうだい。木下さんありがとうね。3名様。あとタルタルちょうだい。お願いします。はい、半分かけてからセット少々お待ちください。片面です。はい、すみません。ご飯ありがとうね。こうやって卵のによ。はい。だね。ありがとうね。結構いいとこまで行ってるよ。上出来西城秀樹。はい、誰も笑ってないです。はい。すみません。スタッフにリラックスをお届けしようと思ったら聞いてなかったです。聞いてたね。反応に困っただけだね。これが一品卵丼。台湾ぶっかけデカラーゲセット。台湾ぶっかけでかなきゃね。はい。了解です。もう少々お待ちください。がっつりありがとうございます。かなり量が多いので頑張ってください。台湾ぶっかけでから揚げセットもうちょっとでできるよ。オイル天卵丼のエビもできたのでいくね。はい。これはもうちょっとやった方がいい。お待たせ。台湾ぶっかけでから揚げセット6番も OK になります。ご飯お待たせ。助かるよ。できたよ。来ました。こちらです。どうぞ。お待たせです。はい、ありがとうございます。頑張ってください。一緒になったの。できましたです。食べ終わったらご飯入れていただいてリゾート風に楽しめます。すみません、食べ終わりましたらあちら返却口にございますのでご協力お願いいたします。ごゆっくりどうぞ。味噌煮込みお願いです。2つね。がっつりなので頑張ってください。やばいやばい。です。今頃はみ出す。こちらが台湾からまで冷たいので、こちらがエビカルボナーラです。すみません。こちらは麺食べ終わった後によかったらご飯入れていただいてリゾット風に楽しめますので。リゾット最高ですよ。やってみます。ご案内してきます。ありがとう。ありがとう。あたて。ようこそいらっしゃいませ。もうすぐできますよ。で唐揚げセットです。チヂです。はい。あ、それチヂお待ちくださいね。ありがとうございました。良い一日を。ごきげんよう。バキン。ありがとうございました。ね。これ明太カルボでお願いしていいですか。ギフト書いていてください。助かります。ごめんね。ありがとう。ありがとうございました。はいね、やってくれたね。ありがとうございました。ご協力もいただきましてありがとうございました。あっちりだね。素揚げをお願いします。味噌煮込みだけ。すみません。もうできますよ。3、2、お待たせしました。ゼロ。こちら麺食べ終わった後にご飯を入れていただいてリゾット風に楽しめますのでごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。はい、次エビカルボの冷やですね。ですよ。プロもありますし、熱々気をつけて。天盛りも。滝本さんありがとう。
天盛りぶっかけうどんと小ライス。天盛りぶっかけうどんと小ライス。はい。あったかない。あってかいの。はい、かしました。エビカルボ2つ。完熟でかしました。以上でよろしいですか。おいしいの。別で。はい。これ今度からください。ようこそ順番にご案内させていただきますね。出た本物や。これ6番。いらっしゃいませ。ようこそ。はい、まあ、オッケー。これ鶏天と明太天盛りオッケーね。先出しちゃうね。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ゆみさん、鶏天ございますか。ありがとう。できました、大将。鶏天ぶっかけと天盛り明太とろろぶっかけ。めちゃくちゃうまそうね。いただきます。いただきます。すごい多い。うまい？いってらっしゃい。行くやね。台湾かま。台湾。ありがとうございます。大将。ごきげんよう。またお願いします。失礼します。やばいのができたよ。やばいよ。マジでやばいよ。めっちゃやばいですよ。オッケーね。エビ天。オッケー。6番席のお兄様。はい、ありがとう。ナイス、ありがとう。あ。ね。お待たせしました。キー君ひよこじゃない。お待たせいたしました。なんていうんですか、チェーン店じゃない手作り、お店のうどん屋さんってこの辺あんまりなくて、手作りならではのお出汁とか美味しいのでっていう感じです。はい。ありがとね。もうすぐできる？ありがとう。大島さん、卵の味噌煮込みでみたいよ。ありがとう。かけにしてありがとうね。1番様ね。これ優先ね。かしました。1番。お待たせいたしました。卵の味噌煮込みうどんです。実はね、この店になってからという言い方かしらけど、になってから実は3回目なんです。以前西尾でガリューというお店をやられたかもので、そこの時には結構言ってました。そうなんですね。以前でしたらね、辛混ぜが好きで、だいたい2分の1か3分の1は辛混ぜ食べてたと思いますけど、今日はね、味噌煮込みでお味の方どうですか？美味しいんですよ。天盛り入ります。大盛り冷たいの入ります。
待たせです。火は大盛り。お仕事ご苦労様だ。がっつり入れましたので。やばいですね。やばいですよ。頑張ってください。また七味などもあちらありますので、ご自由にご利用ください。いただきます。ありがとね、ごめんね。金さん、天盛り2個で終わりですよ。ありがとね。金さん。ありがとうございます。ありがとね。できました。ありがとね。はい、2番席のお客様お待たせいたしました。ご協力ありがとうございます。でかいでしょ。でかいずり。もも1枚肉でございます。それを。そう、ノイズ少なめ。これが、特製ダレです。自家製のニンニクのバッチリ効いたタレです。これがニンニクですね。刻みニンニクです。フードチョッパーで粉々にしたニンニクでございます。これはもうね、本当若い男性、最近は女性も食べるぐらい人気で飛ぶぞって感じです。これがね、美味しいんですよ。うどん屋なのにナイフとフォーク使いますから。で、唐揚げセットということでご飯もついてます。はい、お待たせです。失礼いたします。台湾ぶっかけデカ唐揚げセットです。
待たせいたしました。天盛りぶっかけの冷やでございます。1と3分の1っていう、名前の由来よく聞かれるんですが、1つの建物の中で3分の1ずつ3つやります。まず基本となるベースのうどん屋さんですね。これが3分の1の主たるところです。で、もう一つ3分の1っていうのは、土曜日、日曜日だけ夜の営業があるんです。昼うどん屋やって、夜もうどん屋なんですが、お刺身食べれたり、鉄板料理食べれたり、居酒屋としてとか、貸し切り営業とか、企業さんが使ってもらったり、友達と忘年会やったりとかで買えるようなスタイルになってます。これがまた3分の1。もう一つが食育。子供たち、ね、日本の全ての人たち、海外の方々に食の文化、日本の伝統料理を伝えるっていうお仕事をさせていただいてます。みんな色艶がいいですよ。イタチさんもね、キジもよくいるしね、もう野生の生き物がたくさんいます。素敵な場所でお仕事できてます。